プロシアの歴史19、クサンテン条約。これまで回数を重ねて見てきたユーリヒ・クレベスバーグの後継者争い。どういった経緯でホーヘンゾーレンとウィッテルスバッハがユーリヒ・クレベスバーグを共同管理するに至ったのか、それをシュマルカルデン戦争やオランダ独立戦争に絡めて考えてきました。今回は共同管理後のユーリヒ・クレベスバーグがどうなっていったのか、婚姻関係を中心にこれまでを再整理しながら少しずつ話を進めていこうと思います。シュマルカルデン戦争が始まった年、1546年をスタート年度とします。1555年アウグスブルクの平和、彼らの領土は彼らの宗教という原則をシュマルカルデン同盟がハプスブルクから勝ち取ってシュマルカルデン戦争は終わりました。そのアウグスブルクの平和は1568年、80年戦争、オランダ独立戦争の開始によって全体としての平和を失いました。1570年代に入ると、ユーリヒ・クレベスバーグの姉妹たちの結婚が盛んになりました。ここでのチェックポイントを、彼女たちの嫁ぎ先が後々ユーリヒ・クレベスバーグの後継者争いにつながったこと、彼女たちの母親はハプスブルク神聖ローマ皇帝フェルディナンド一世の娘であったこと、その母親が結婚した年1546年はシュマルカルデン戦争が始まった年でもあったこととします。1579年、ユーリヒ・クレベスバーグのマグダレンがウィッテルスバッハ・ラインへと嫁入れしました。この同じ年、1579年、スウェーデンとウィッテルスバッハ・ハイデルベルクの結婚がありました。その13年後の1592年、同じスウェーデンのチャールズ9世が今度はデンマークのクリスティーナ・ホルスタイン・ゴットロップと結婚しました。これはスウェーデンとデンマークの結婚でしたが、クリスティーナ・ホルスタイン・ゴットロップはヘッセのランドグレーブ、フィリップ・ザ・マグナニマスの孫娘でした。彼女の母親がフィリップ・ザ・マグナニマスの娘だったのです。ですからこの結婚はデンマークを経由してヘッセとスウェーデンを結びつけた結婚だったとも言えるように思います。スウェーデンとヘッセ、それぞれが持っていた鉱山に対してハプスブルクが触手を伸ばしました。それに危機感を抱いた両者が鉄鉱山と先進的な製鉄技術を共にハプスブルクから守っていこうと考えたのが両者が接近したきっかけだったと想像します。翌1593年、オランダとウィッテルスバッハ・ハイデルベルクの結婚。1598年、ホーヘンゾーレンとヘッセ・ダームスタッドの結婚。1602年、デンマークとウェッティンの結婚。1603年、オランダとヘッセ・カステルの結婚。この頃までにオランダ、オレンジナッソ、ユテレヒトユニオンは独立をほぼ確実にしていました。ハプスブルクがオランダ独立完全阻止を断念したところで、1609年、12年間の休戦が決まりました。同じ年、ユーリヒ・クレベスバーグは後継者問題に直面することとなりました。もはやオランダの独立は認めざるを得ない。あとは独立後のオランダ領土をどれだけ小さくできるか、そこへ注力していくべきだ。オランダ独立に対して双方針転換したハプスブルクにとって、ユーリヒ・クレベスバーグの後継者問題はそれを左右する重大事項でした。当初ハプスブルクはウェッティンにユーリヒ・クレベスバーグを引き継がせようと考えていたようですが、それを出し抜くような格好で、ホーヘンゾーレンのジョン・シギスムンドとウィッテルスバッハ・ラインのウルフガング・ウィルヘルムによるユーリヒ・クレベスバーグの共同管理が実現しました。両者を仲介し、この共同管理、ドルトムントリセッションを実現させたのは、ヘッセ・カステルのモーリス・ザスカラでした。この時点でウィッテルスバッハ・ハイデルベルクとヘッセ・カッセルはドイツ内陸部におけるオランダ独立推進の中心地になっていたと思います。言葉を変えるなら、それだけ神聖ローマ帝国は周辺競合によって内部を切り崩され、結束力を失っていたということでもあったと思います。
共同管理体制が実現したことによって、ハイデルベルクからオランダまでのライン川東岸は、一応はオランダ独立を推進する土地になったと思います。この共同管理は、ウルフガング・ウィルヘルムを防護壁として、アラスユニオンがユーリヒ・クレベスバーグやオランダへ侵攻してくるのを防ぐ目的もあったと思います。ユーリヒ・クレベスバーグの共同管理で得ができたのはおそらくホーヘンゾーレンのみで、それを除いた勢力にとって共同管理は致し方のない妥協案だったのではないでしょうか。特にオランダ独立サイドにいれば、ユーリヒ・クレベスバーグのすべてを手に入れられると考えていたウルフガング・ウィルヘルムにその気持ちは強かったようです。1613年11月、ウルフガング・ウィルヘルムはウィッテルスバッハ・バイエルンのマグダレンと結婚しました。この結婚が何を意味したかといえば、ウルフガング・ウィルヘルム、ウィッテルスバッハ・ラインはハプスブルクについたということだと思います。ここが分かりづらかったところでした。同じウィッテルスバッハであっても、ウィッテルスバッハ・ハイデルベルクがオランダ独立の主導者、オレンジナッソーと組みしていたのに対して、ウィッテルスバッハ・バイエルンはそれに敵対していたハプスブルクと関係を深めていたのです。そしてウィッテルスバッハ・ラインはユーリヒ・クレベスバーグの共同管理前と後とで立場を反ハプスブルクから新ハプスブルクへと変えました。ハイデルベルク、バイエルン、そしてライン、三者三様のウィッテルスバッハが事態を複雑化させていったように思えます。この結婚によってハプスブルクはウィーンからバイエルン、そしてそこからライン川を渡ってウィッテルスバッハ・ライン、さらにはフランスとの国境を抜けてアラスユニオンへと至るラインを確保できたように思います。ウルフガング・ウィルヘルムの結婚に先立つ同じ1613年2月、イングランドはイングランド王ジェームズ一世の娘をウィッテルスバッハ・ハイデルベルクへ嫁入れさせていました。ここで思い出したいのはこの頃の新世界の状況、特に西インドと言われていた南北アメリカへの進出状況です。トルデシリアス条約とサラゴサ条約を前面に押し出して、ハプスブルクは新世界のすべてを独占しようとしていました。これに不快な思いをしていたのがイングランドでした。イングランドの最終目的は新世界における覇権の確立だったと思います。この2つの条約もハプスブルクもスペインもイングランドにとっては障害だったはずです。もう少し細かく言うなら、この頃のイングランドは北アメリカ大陸への移住がうまくいくかいかないかの瀬戸際だったと思います。オランダ独立はイングランドにとってハプスブルクを弱体化させる有効な手段だったと想像します。ハプスブルクの力が弱まればスペインの力も弱まります。そのことはイングランドが新世界において覇権を確立するのをより容易にさせたはずです。ジェームズ一世は自分の娘を敵地の真っ只中に嫁がせてでもオランダ独立を完遂させたかった。何としてでも新世界を手に入れたかったのだと思います。新世界にかけたイングランドの執念に凄まじさを感じます。ウルフガング・ウィルヘルムがハプスブルクに着いたことによって、ユーリヒ・クレベスバーグの共同管理は破綻しました。ウルフガング・ウィルヘルムとジョン・シギスムンドは争いを再燃させました。ウィッテルスバッハラインを引き入れたハプスブルクがウィーンからアラスユニオンへと至るラインをさらに北へ押し上げられれば、オランダ独立は大きな危機に瀕したと思います。オランダが独立するかしないかで、誰が新世界の覇者となるかが決まる状況でした。イングランドはオランダ独立を頓挫させるわけには、ユーリヒ・クレベスバーグをハプスブルクに奪還されるわけにはいかなかったのだと想像します。イングランドとフランスによるジョン・シギスムンドとウルフガング・ウィルヘルムの仲裁、クサンテン条約が実現しました。クサンテン条約の内実を見てみましょう。ユーリヒとバーグはウルフガング・ウィルヘルム、クレベスはジョン・シギスムンドへ渡されることが決まりました。
一見して次の争いが予想されるような仲裁だったと思います。クサンテン条約はおそらくキューバしのぎの一時的な停戦、部分的な仲裁だったように思えます。どうしても目が向いてしまうのはホーヘンゾーレン、ブランデンブルグ、プロシア、ジョン・シギスムンドです。ユーリヒ・クルベスバーグからは最も遠い場所、エルベ川東岸に拠点を構えながら、飛び地とはいえオランダの手前に領土を確保したのです。この飛び地と飛び地が複雑に入り混じった土地で、ホーヘンゾーレンが彼らの領土を維持していくのは大変なことだったろうと思います。それでも彼らは何としてでもそこを死守しようと考えていたと思います。ここからは想像でのお話になります。この時点でのホーヘンゾーレンの政治的な足元を見てみましょう。ブランデンブルグとプロシアが正式に一つになったのは1618年でしたが、1614年にはすでにブランデンブルグとプロシアはジョン・シギスムンドのもと実質的には統一されていたようです。ポーランド王の承諾も取り付けていたようです。ここで疑問が生まれます。ブランデンブルグは神聖ローマ帝国ハプスブルクの管理下にありました。一方、プロシアはポーランドヤギエロンの管理下にありました。ホーヘンゾーレンは最終的にどちらの管理下に入る道を選んだのだろうという疑問です。この疑問への答えを、おそらくホーヘンゾーレンは神聖ローマ帝国の支配もポーランドの支配も望んではいなかった。ホーヘンゾーレンは両者の支配から逃れることを考えていたと想像します。さらに疑問が湧きます。ではどうやって？この答えをホーヘンゾーレンはハプスブルクでもヤギエロンでもない第三の勢力と連携することによって神聖ローマ帝国やポーランドの漆黒から逃れようと考えていたと想像します。このことはホーヘンゾーレンが勝ち得た飛び地を安定的に領有していくことにもつながったように思います。つまり第三勢力との協業によってオランダが独立し、オランダ手前の複雑な飛び地ゾーンからハプスブルク勢力を一掃することができれば、自分たちは自分たちの領土を守りきることができる。そうホーヘンゾーレンは考えていたのではないでしょうか。それではホーヘンゾーレンはその第三勢力に新世界までをも含めた世界全体を安定させられる神聖ローマ帝国に代わりうる絶対的な権威秩序体制を望んでいたのか、または自身がそれを目指していたのかと問われますと、正直答えに窮します。というのは、ホーヘンゾーレンが連携しようとしていた第三勢力の実態は、イングランド、フランス、そしてスウェーデンを主体とした強豪たちの思惑が複雑に絡み合った全体的統一を欠いた混成勢力だったからです。より具体的な表現をするなら、オランダ手前からハプスブルク勢力が一掃された後のライン川西岸をフランスは視野に入れていたということになろうかと思います。1614年クサンテン条約、それが意味したことを考えてみようと思います。神聖ローマ皇帝はすでに帝国全体を統治管理する絶対権力も軍事力も失っていました。神聖ローマ帝国内の揉め事を教皇でもない、皇帝でもない、帝国会議でもない、イングランドとフランスが仲裁したのです。これがこの当時の神聖ローマ帝国の実態だったと想像します。この実際をこの後の歴史と照らし合わせて理解しようとするならば、神聖ローマ帝国と周辺競合、さらには新世界までをも含めた広範囲にわたる全体的なパワーバランスの調整を求められる時が迫ってきていた。すなわち、大戦争の時が迫ってきていた。というように理解します。今回は以上です。ありがとうございました。